こんにちは。モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー151です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。これを作ります。左が動画150で作ったものです。右が今回作ったものです。佐竹ガラスで販売している花模様制作用道具を使います。使用するバーナーです。動画6で紹介しています。使用したガラスです。品番がわからないものもあります。花芯の作り方は動画150を見てください。使用する花芯です。直径約9ミリ、長さ約 1.8 センチです。A3 インターナショナルの丸型余熱台です。花芯パーツを載せます。このカバーの作り方は動画11の34分20秒で紹介しています。点火と同時にタイマーがスタートします。4ミリステンレス棒に C31 透明青紫をつけます。ピンセットを温めます。花芯パーツとガラスを接続します。左官ごてで形を整えます。C31 透明青紫で全体を覆います。全体を覆いました。溶かしたら左官ごてで整えます。さらに C31 透明青紫で全体を覆います。溶かしたら左官ごてで整えます。直径も長さも約21ミリです。ベージュで全体を覆います。押し付けます。薄く塗りつける感じです。押し付けます。薄く塗りつける感じです。左官ごてで整えます。C31 透明青紫で全体を覆います。左官ごてで整えます。花模様制作用道具を使います。5枚の刃で挟みます。動画150ではこの後全体をガラスで覆いましたが、今回はこの状態のまま溶かします。溶かしています。溶けて丸くなっていきます。だいぶ丸くなりました。
左官後手で押します。ピンセットで中心へ集めます。左官後手で中心へ寄せます。ピンセットで取り除きます。4ミリステンレス棒を付け替えます。ピンセットでガラスを取り除きます。ガラス棒をつなげたところでタイマーがスタートします。炎の中に入れたり出したりしながら全体を柔らかくします。少しだけ伸ばします。少しだけ伸ばしますが、ガラスを柔らかくすることが優先です。伸ばすのではなく、ガラスを柔らかくしています。だいぶ伸びてきていますが、私としてはまだ温めている感覚です。2分40秒炎の外でガラスを伸ばします。このまま炎の外で伸ばし続ければよかったと思いますが、炎へ戻します。炎へ戻すのは判断ミスだったと思います。もう一度炎へ戻します。2回も炎へ戻しましたが、これはしない方が良かったと思います。炎に戻したことにより、細い部分ができてしまいました。タイルカッターで切ったらパーライトに埋めます。1時間後に取り出します。花パーツが完成です。先端を溶かして尖らせます。タイルカッターで切ります。花パーツの準備ができました。直径も長さも約8ミリです。A3 インターナショナルの丸型余熱台に花パーツを乗せてカバーを乗せます。C34 濃い青紫透明を巻き付けます。左官後手で整えます。薄い青透明で覆います。ピンセットを温めます。花パーツをつける部分を柔らかくします。柔らかくした部分に花パーツを差し込みます。透明を乗せます。コテで押さえます。
先ほどと同じです。鼻パーツをつける部分を柔らかくします。柔らかくした部分に鼻パーツを差し込みます。透明を乗せます。コテで押さえます。3つ目です。同じく鼻パーツをつける部分を柔らかくします。柔らかくした部分に鼻パーツを差し込みます。透明を乗せます。ガラスを垂らしてしまいました。失敗ですが、そのまま進めます。コテで押さえます。先ほどの垂らしてしまった部分です。丸型余熱台を外します。溶かしながらコテで押しながら丸くしていきます。一気に押さえると花が崩れてしまうので、優しく少しずつ押さえていきます。溶かします。全体がよく温まっている状態で炎から出します。62秒後にパーライトに入れます。2時間後に取り出します。寸法です。完成品です。ガラスを垂らしてしまった部分ですが、思ったより影響は少なかったように思います。左が動画150で作ったものです。右が今回作ったものです。動画101と104でも花パーツの作り方を紹介しています。佐竹ガラスのホームページです。ランプワーク用品を開きます。下に進むと今回使用した花模様制作用道具があります。花模様制作用道具ですが、今回は机の端にクランプで固定して使用しました。これで動画ナンバー151を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。